製課の高橋と申します。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ質問です。飴って何からできてるでしょう？砂糖と？今カンニングしたの。当たりです。飴っていうのは実は簡単で、基本的にはお砂糖だけでもできるけど、うちの岩井製菓の飴はお砂糖と水飴からできてます。で、お砂糖と水飴を、合わせて煮立たして黄金色になったら何飴になるでしょう？カンニングした方がいいよ。当たり、そうです。お砂糖と水飴を煮立たして黄金色にしたものをべっこ飴と呼びます。で、飴は、基本的にはお砂糖と水飴だけやけど、そこに、いろんなものを、入れることによってその飴になっていくんですけど、今回作ってもらうのはお抹茶の飴を作ってもらいます。で、お抹茶の飴っていうのはさっき言ってたお砂糖と水飴を煮立たしたものにお抹茶の粉末を練り込んでもらったらお抹茶の飴になるっていう、そんな飴ちゃんを作る体験をしてもらおうと思いますので、よろしくお願いします。よし、じゃあまずは原料を測るところから。まずは水飴を、120g 測ってみましょう。よし、これ貸してね。水飴をぐっとよそってクニッ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 、そしたらほら糸が切れた。これをはかりの方に持ってって測ってみましょう。いっぱい持ってっていいよ。そう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 。お家でやるとき水飴が硬い場合はちょっと湯煎とかで温めたりしたら柔らかくなってよそいやすくなります。お、いいねいいね。もう落ちるのが少なくなってきたらもう一回よそってくれてもいいよ。お、いいねいいね。ちょうどいいぐらいちゃう？20で止めれるかな。いいよ。ちょっとぐらい多くても少なくても大丈夫です。はい、OK。じゃあ次はお砂糖を測っていきます。お砂糖はサラサラなんで簡単です。はい、お砂糖と水飴を合わせて 300g 作るんで、これが300になるまでじゃあ入れましょう。ここの比率はどんな比率でも飴ちゃんはできます。300g。OK。ちょっと多いけどいいよ。ちょっと大盛りできます。お水を加えていきます。お水はひたひたになる程度で大丈夫なんですけど、今回は 70g で測ってみましょう。じゃあこれをゼロにします。じゃあ 70g まで。OK。ちょっと多いけど大丈夫です。これも水分は全部飛ばすので少し多くても大丈夫です。で、水飴はまだ硬いので火を入れていく段階で少しずつ柔らかくしていきます。火を入れていきます。これで準備 OK。あとは、火力にもよりますし、電気とガスにもよってちょっと時間は違いますけど、おおよそ、10分から20分ぐらいここから煮立たせていきます。で、ここで注意してほしいのが、水飴が硬い時は、鍋底で焦げやすいことがあるので、柔らかくなるまではちょっと気にして混ぜといてあげるっていうのだけ覚えておいてください。じゃあこれが煮立たして飴になるまでちょっと時間があるので、先に先生のやつが火入れといたやつがもうそろそろ上がりくる。見てみて、こんな感じだ。これぐらいの色目になったら飴が上がるっていうサインです。じゃあまずは先生がデモンストレーションしていきますけど、
今回は、初めてということで 1% の、粉末を練り込んでいます。で今日は 300g のアメちゃんなので 1%3g。 じゃあここに測ってみましょう。どれぐらいが 3g かな。お、OK、よし。ではこのお抹茶は後で練り込むようとして置いておきます。これをちょっとつけてここに。まんべんなく塗っておいてください。OK、塗れた？バッチリ。よし。じゃあその鍋を左手で持って木のヘラを右手で持ってください。よし。それをここにジャーッと流してください。で、中取れるだけ取ってください。OK？ OK。あ、いや、こっち入れてて。こっから時間との勝負です。はい。でも最初のうちこのぐらいの時に触ってしまうとドロドロになってくっつくので、もうちょっと置いておきましょう。はい。じゃあまずは先生がやってるお箸で、あともうちょっと待ってね。後でめくってみます。端っこからそうで、そうで、柔らかいところを触ってしまうとお箸にくっついちゃうので、そう下の部分、そこを触るようにして。お、いいね。 OK。 こうやってちょっとずつ冷やし固めていきます。はい。触るポイントはここに触るとビチャビチャなんで、この下のフライパンに触れてる部分、ここからペロペロってこういう感じで、そういいね。だいぶ硬くなってきました。はい。お箸でもいいし、こういうヘラで大きくペロッとめくっても大丈夫。お家でやるときどちらも大丈夫です。はい。真ん中の辺にお抹茶を置いてください。OK。で、まずはお抹茶を包み込むように周りからお抹茶をこう閉じ込めてください。お、OK、ナイス。よし。じゃあ、はい、外から中に向かってこういうふうに折りたたんで練っていきましょう。はい。そう。抹茶のないところを中に持ってきて練り込む。そう。外から中に持っていく。そう。いいよ。さっき言ってた通り、こんなマーブル模様でも飴にはなるんで味は美味しいんで、はい。もし無理そうならこれで飴にしても大丈夫です。はい。ちょっといいかな。難しい？硬くなってくるな、どんどん。はい。で、お家でやっててどうしても硬くなってしまったって時は、実は電子レンジでちょっと温めたら柔らかくなります。どう？先ほど柔らかくなった？ただ柔らかくなると手袋にくっつきやすくなります。はい。
手袋に、柔らかい時は手袋にくっつきやすいし。ついた？ちょっとついた。硬くなると練り込みにくい。そのちょうどいいタイミングで練るっていうの。OK？はい。よし。じゃあ、ある程度練り込めてきたので、今度はこれを、切って飴にしていきます。切る時もあんまり硬いと切りにくいし、柔らかすぎると手袋にくっついちゃうんで、ちょっと冷やして固めたりしていい硬さにしていきましょう。よし。大きすぎると扱いにくいから、まずは半分ぐらいにしておきましょう。これをぐにゃぐにゃぐにゃ、あんまりぐーっと触りすぎずに軽くぐにゃぐにゃ伸ばしていきましょう。そうコロコロとかしているよ。OK？ よし。じゃあこれを半分ぐらいに切りましょう。それを切ってここにどんどん飴ちゃんを切って入れていきます。こうん、そう大丈夫。どんな形でも飴ちゃんは飴ちゃんです。バッチリ。いいよ、どんどん切ってっていいよ。切らんと刀。そう。ケーキここからもう、ケーキつけて。ゆっくりでもいい。そう、大きくても小さくても飴ちゃんは飴ちゃん。めっちゃ平たくしたら。お、そう、平たい飴ちゃんもいいよ。そう。よし。大きいのいくな。どう？おいしい。おいしい。せっかくやし、彼の作った飴ちゃん食べてあげてください。どうぞ。こんな感じで、作ってみましたけど、どう？簡単やった？簡単やった？ぜひお家でも、いろんな味の飴ちゃん作って挑戦してもらったらと思います。じゃあ本日はどうもありがとうございました。